こんにちは、ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、久しぶりにジャズのアドリブの件について話していくんですけれども、今日はね、初心者にもすっごい簡単にできるディミニッシュの概念っていうのをね、自分のアドリブに入れ込んでいこうという話題ですっごい簡単です。具体的なんですけど、すっごい簡単なので、ぜひね、最後まで見ていってください。それでおそらくジャズの初心者の方々って、ジャズアドリブを初めてやったり学んだりするときって、おそらくブルーススケールを使いましょうとか、ペンタトニック使いましょうとか、メジャースケール使いましょう、マイナースケール使いましょうみたいな、そういう簡単なとこから始めると思うんですけれども、そこからですね、一歩だけ、ちょっとだけ上にプッと抜けてですね、今度は、それらができるようになると、コードというものをこう見ながら、演奏していく必要も出てくるわけなんですよ。なので今日はそのコードを見ながらやる、おそらく一番簡単な概念、ディミニッシュという一番簡単な概念について話していきます。そうなんですけれども、その前に、はい。ということで早速語っていきましょう。まずね、この写真を見てください。はい。これね、コード進行が出てますね。はい。これ何かというと、枯葉の初めの8小節です。そして今日語るところはどこかというとですね、赤丸で囲んだとこですね。なんちゃら7。いわゆるドミナント7コードと言われるコードですね。いわゆるセブンスコードと呼ぶ人もいますけどね。まずそこを特定して赤丸をつけましょう。はい、つけましたね。で、今日はこれらのドミナント7コードのですね、の時にどうやってディミニッシュを使うんですかっていう簡単なお話です。はい、じゃあ次のね、譜面見てみましょう。はい。はい、いきなりなんですけれども、初めのね、ドミナント7コード、F7 っていうのが見えたら、何をするかというと、まず自分で F7 のコードトーン、ファ、ラ、ド、ミのフラットをまず書き込んでみますと。はい。書き込んだらすかさず、ルート、一番下の音ですね。F の音を半音上げる。すると、ファのシャープ、ラ、ド、ミのフラット。ということで、このようなコードに変わるわけですけども、それこそが F シャープディミニッシュ7ということになります。つまりこのファのシャープ、ラ、ド、ミのフラットっていうのがディミニッシュコードということになります。はい。じゃあちなみに、例えばなんですけれども、じゃあ次の、譜面見てみると、その C7 であった場合とかだったらですね、全く同じで、そのルートの音、C の音を半音上げて C シャープにするという概念です。それを本当半音上げてあげるだけで、ドミナント7があっという間にディミニッシュ7コードに変わりましたということです。で、ここまではおそらくわかると思うんですよ、皆さん。なので、これね、しっかりと頭に入れておきましょう。はい、そうしたらですね、次、もう早速何をやるか言っちゃいましょう。はい、じゃあこの譜面戻ってみましょう。先ほどのね、枯葉の譜面ですね。そして、先ほど赤で囲んであったドミナントコードのところにですね、先ほど自分で作ったディミニッシュのコード、例えば F ドミナント7だったら F シャープディミニッシュ7の音を当て込んでみますと。はい。それで、3って書いてありますけれども、これ3度、つまり下から2個目の音から始めると。そして、1オクターブ上に同じ音を4つ重ねてあげると。すると、こういう音がします。F7 だったら、という音になります。これこそがディミニッシュの音です。ディミニッシュコードをそのまま、3度の音から2オクターブ上がったということです。で、ジャズのアドリブの中で一番簡単な概念がおそらくこれです。つまり、ドミナントコードが見えたら、半音上げてあげる。そしてディミニッシュコードに変換する。そして3度の音からパパ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 と弾いていくと。で、2オクターブ上がったら、半音降りてちょうど次のコードに行くという概念です。こんな感じです。はい、ということですね。で、これをすべてのドミナントコードに当てはめていく。全く同じ概念ですね。つまりこの D7 のところと G7 のところも全く同じことが言えると。
G7。はい、ということでですね、今日のポイントはドミナント7が見えたら、すかさずルートを半音上げて、ディミニッシュにして、そのまま弾いてみるというのが今日のポイントです。はい、じゃあ練習方法なんですけれども、必ずマイナス1、カラオケですね、を流しながら、さっきの譜面をそのまま弾いてみましょうということです。じゃあ、音源あるので聞いてみましょう。はい、どうぞ。はい、今のとっても分かりやすかったと思うんですけれども、ああやってね、ポイントポイントで、そのドミナントコードが見えた時だけ演奏するっていうのも立派な練習なので、ぜひこれね、皆さん練習してみてください。じゃあ今練習したのを実際の自分のアドリブの中に入れ込んでみなきゃいけないので、ちょっとね、先ほど僕がね、アドリブでやった、音源があるので、それを聞いてみましょう。おそらくそのドミナントのところで、ほとんど今と同じような動きをしているので、聞いてみてください。はい、どうぞ。はい。で、1点だけ注意点があるんですけれども、じゃあこのね、譜面を見てみましょう。はい。先ほどのディミニッシュのところ、ドミナント7コードのところなんですけれども、矢印書いてあってですね、5度、5度、5度って書いてあるんですけれども、ポイントはですね、5度、コードが5度降りていることがですね、結構重要で、5度じゃなく、3度とか変な、その5度以外の度数で降りているコードもあるんですけれども、ポイントとしては、まず初心者のうちはですね、5度降りているコードに対してこのディミニッシュを当て込んでみると非常にいいサウンドがするので、まずはね、それを覚えるのが一番手っ取り早いかなと思います。で、まあ、このジャズアドリブっていうのはですね、もうすっごい概念がたくさんあってですね、なんだろうな、もうやり方が無限にあるんですよ。コードを見たり、スケールを見たり、コードを変えちゃったり、スケールを変えちゃったりっていう、その無限に無限に本当もう何億通り、100億通り、いや、もっと無限と言ってもね、もう過言ではないぐらいですね、本当に無限にやり方が存在するんですよ。でも僕もまだ30年しかジャズやってないんですけれども、僕がたどり着いた答えっていうのはですね、結局、一個一個しらみつぶしに知っていること、知識を一個一個増やすしかもう方法がないんですよね。いわゆる知ってるか知らないか、できるかできないかの世界なんですよ。なんか中途半端なのってあんまりなくてですね、理論的に語るとですよ。なので、音楽性は除いて、その理論的なことを語るとですね、もう知ってるか知らないかの世界なので、もう結局一個一個そうしらみつぶしにね、覚えていくしかないんですよ、結局はね。なので僕のおすすめは、おそらくこの YouTube 見られてる方、自宅とかでね、自分で学んでる方もいるでしょうし、先生についてね、やってる方もいると思うんですけれども、僕のおすすめは、1日、楽器を持ったら、1個何かを覚える。1個だけでいいんですよ。100個覚える必要ないので、1日1個だけ覚えて、それを集中的に練習して頭の中に突っ込むと。そうするとですね、結局それが一番近道だと思うんですよね。いろんなことをさあ今日はこれとこれとこれとこれを学ぼうっていうとですね、多分脳みそ追いついていかないので、あと慣れなきゃいけないんですよね。その一つ物事を覚えたら、それをちゃんと練習して自分のものにしていくっていうのは、おそらくすごい時間がかかるので、なので、焦らずにですね、一歩一歩やるのが一番近道だと思ってます。
で、このジャズアドリブの話題はですね、僕はすごいジャズが好きなので、このチャンネルでもね、たくさん語ってきたし、これからも、たくさん語ると思うのでですね、興味ある方はまた時間があったら見ていってください。じゃあね、今日はこのぐらいにしときますので、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。